どうもこんにちは。福山茂です。今回の YouTube のテーマは XY 理論です。今回の内容について 1XY 理論とは、 2X 理論、 3Y 理論、4僕が思う XY 理論、これらについて説明していきます。 1XY 理論とは心理経営学者ダグラス・マグレガーが提唱した理論です。人間ってさ、こうだよねという人間行動についてのマネージャーの考え方がチーム運営の在り方を大きく左右するという視点です。大きく X 理論と Y 理論という対照的な見解に分類されています。ではまず X 理論とはどういったことでしょうか。 2X 理論。まず人間に対する考え方です。平均的人間は生まれつき仕事が嫌いであり、できることならしたくないと考えていると捉えています。性質と行動はマズローの欲求段階説における物質的欲求を比較的多く持つ人間をモデルにしています。物質的欲求は生理的欲求や安心安全を求める欲求で、相対的に定時の欲求のことを言います。次にマネジメントスタイルです。仕事を細かく規定、統制、密接に監視します。懲罰をもって脅したり、昇給を約束するなど、飴と鞭によりモチベーションを維持する必要があります。この X 理論を長期的に続けることで起きる可能性がある効果はゴーレム効果です。チームの人々は強制や命令がなければ動かなくなるということです。では次に Y 理論はどういったことでしょうか。 3Y 理論。まず人間に対する考え方です。仕事に体力知力を使うのは遊びや休息と同じように自然なことであり、平均的人間は生まれつき仕事が嫌いなわけではないと捉えています。性質と行動はマズローの欲求段階説における精神的欲求を比較的多く持つ人間をモデルとしています。精神的欲求とは社会的欲求や承認欲求、自己実現欲求で相対的に高次の欲求のことです。次にマネジメントスタイルです。魅力ある目標と責任を与え続けることによって部下を動かす手法です。個人の欲求や目標とチームの目標がリンクし調和するような仕事環境を整える努力をします。起きる可能性がある効果はピグマリオン効果です。部下に期待することにより部下はさらに期待に応えようと努力するということです。ちなみにですが、この説明を聞いていると X 理論が悪で Y 理論が善と思いそうですが、即断は禁物です。状況によってどちらの要素も必要になります。4. 僕が思う XY 理論。では僕が思う考え方をアウトプットしますね。前提としては人間は完璧ではなく長所と短所、得意と不得意、好きなことや嫌いなことなどがあると捉えています。では X 理論の側面から考えた内容です。まず最低限できてほしいことの設定をします。嫌いとか苦手とかではなく仕事として最低限することってあると思うんですよね。これを明確にします。次に本人が気づいていないところのフォローのために見守ります。やっぱり指摘されないと気づかないことはありますよね。あとはある程度見られている意識がないと気持ちがだれることもあると思います。監視は厳しい言い方なので見守りというニュアンスがいいんじゃないかなと思います。そして Y 理論の側面から考えた内容です。まずは好きなこと、やりたいこと、できること、長所の把握です。しっかりコミュニケーションや洞察をして把握するのはいいでしょう。次に本人の能力を活かせる役割の設定です。把握したところから役割を選んで任せます。これは全体にも知っておいてもらったらいいでしょう。このことはこの人に相談しようというのがあれば円滑ですし、本人の意欲が増すでしょう。これが現在の僕の捉え方です。いろいろ勉強したり経験して変わるかもしれませんが、その変化を含めて楽しみにしています。今回は XY 理論について説明しました。職場のマネジメント状況を分析したり、自分がマネジメントする上でも必要な知識だと思います。今回の内容が皆さんにとって良い機会になれば幸いです。以上です。ご視聴ありがとうございました。今後も一緒に人生資源について勉強しませんか？もしよかったらチャンネル登録のボタンをクリックしてください。それではまたよろしくお願いします。